役者後書き。本書を訳し終えてしみじみと感じたことは、本物と言われ続けてきた新約聖書の影が薄くなったことである。実を言うと、長年教会に携わってきた自分がなぜもっと早くこれに気がつかなかったのかと考えてみた。聖書はあまりにも人物を神格化しすぎたり、大事な部分をはしょったりしている。しかも肝心な霊的知識は知気に過ぎている。代表的な例を挙げてみよう。聖書はイエスの復活と昇天に全力を傾注して新約の要としている。しかしクレオパスはそんなことにはほとんど触れていない。あまりにも教説が幼稚と思えたからであろう。なぜイエスは十字架で殺され、一般人の一人としてユダヤ式に葬られたにもかかわらず、死んだ直後のことを病的と思えるほどに美化し、幼稚な形で神格化してしまったのである。スピリチュアリズムの立場から見れば、霊の抜け殻である肉体は例外なく土や灰になるのが当然であり、旧約聖書でさえ冒頭で創世記明記している原理である。それをことさらにイエスは肉体ごと復活したと、愛する人を失った者たちの深い悲しみの反動としてイエスを埋葬した墓にまつわる一連の幻想が復活昇天の物語となって現れたものと考えられる。イエスご自身が口癖のように弟子たちに教えたことは、私を信じる者はたとえ死んでも生きるであった。最も重要な生命現象の仕組みを根節丁寧に教えているのである。肉体は土や灰になり、肉体の主人公である霊は肉体を離れ、霊界において新しい生活を開始するという明快な原理である。このような本質を彼らがよく理解できなかったとすれば、我々の周囲でよく見受けられるように、死にまつわる悲しみと混乱が生じたとしても決して不思議ではあるまい。イエスはこのようなことを決して望んではいなかったと思う。言葉では表現されてはいないが、クレオパスの記録はそのことを鮮明に感じさせてくれる。イエスの死にまつわる幼稚な幻想物語を云々するよりも、イエスが明らかにした真理、霊と誠がどのようにして伝えられていったかという最も大切な事柄を検証する歴史として取り上げている。クレオパスの視点に注意を払って読んでいただきたい。その視点とは、イエスの後に従った弟子たち、使徒ことにパウロの正体をありのままにさらけ出していることである。聖書ではパウロを伝道者の英雄のように描いているが、彼の全行動の因果関係は漠然として要領を得ない。なぜステパノをあれほど憎んだのか、なぜ大祭司と組んだのか、なぜエルサレムにやってきたのかなどなど、聖書の記述では全く不明である。クレオパスはその肝心なパウロの人間像の裏表に容赦なく光を当てながら、イエスが心から知ってほしいと望んでいた真理を浮き彫りにしていく。イエスの霊はパウロが使命を果たし終えるまで必要に手綱を緩めず、しかもパウロが過去にまいた種を一つ残らず刈り取らせる試練の連続の中に、師と弟子、イエスとパウロの強い共同関係、パートナーシップがにじみ出ているのである。痛ましいパウロ、情けないパウロ、いやらしいパウロ、異常者的パウロといった赤裸々な人物像をさらけ出している。だからこそイエスの真理が一層際立って光り輝いている。クレオパスの記録には当時のことをなるほどと思わせる説得力がある。聖書のように無理なこじつけや押し付けがましい教条的表現がないからであろう。その点でも聖書は大半の魅力を失っている。つまり読んでいても面白くない。クレオパスが提供した記録は分量が多くて、とても一冊には収まらない。おそらく4冊くらいになる計算である。だからこそイエスの真理を学びたい者にとっては貴重な資料になる。パウロを英雄視させるためのものではなく、教会を創設した功績を弟子たちに与えるためのものでもない。新鮮なイエスの真理を学び取らせるためのものである。現今の教会は皮肉にも、イエスが葬られた翌朝、墓にやってきた女たちに天使が言った言葉、あなた方はなぜ生きた方を死人の中に訪ねているのか。その方はここにはおられない。の通りになってしまったのである。最後に一つ触れておきたいことがある。この霊界通信を受けて記述した高水女子は、
序文でも編纂者が触れているように、キリスト教とは全く無縁のアイルランド人である。聖書を読んだこともなく、パレスチナに行ったこともなく、教会とは全く無関係であった人物が、どうして専門家をも驚嘆させる史実が書けるのだろうか。彼女の記述を常にチェックする証人として同席したギブス女子もまたしかりである。ギブス女子も教会とは全く無縁のものである。世間には例示された内容の信憑性をチェックしようもないいい加減なものが氾濫している。それなればこそ本書の真価がますます高められるというものである。その筋の多くの専門家によって内容がつぶさにチェックされているからである。その点で心底から敬服させられることは霊界通信の威力である。微力ながら同じ著者のイエスの少年時代を翻訳した時にも同じことを感じさせられた。しかし本書は単なる偉人伝ではなく、多くの人間がさまざまな場所で実際に行動した記録が中心であって、その歴史性にかなりの重点が置かれているだけに、いい加減な例示では済まされない性格を持っている。歴史的背景、地名、社会的構造及び生活様式など、あらゆる分野の専門家、主として神学者、歴史学者、言語学者等が知識を寄せ合っても、未だにわからないことが少なくないのに、たった一人の助手の手でどうしてこのような記述ができるのであろうか。本物の霊界通信の偉大さにただただ敬服するのみである。このような形で霊の実在を信じることができることは実に素晴らしいことであると思う。超常現象や奇跡によって霊界のことを信じる者は少なくないであろうが、どうも霊現象に対して正しい識別能力に欠ける傾向があるように思われる。わかりやすく言えば、味噌もクソも一色体になっているのではないかということである。そこへ行くと確実に存在したカミンズ女子と誠実に生きた彼女の生涯を知ることによって、人知では計り知ることのできない霊の偉大さに直面させられ、自然に受け入れられるようになる。つまり理性でしっかりと受け止め、理解できる道が備えられているということに大きな喜びを感じるのは私だけであろうか。霊界の深いご配慮に感謝している。欧米で過去に一大センセーションを巻き起こしたと言われる本書の日本版を世に送り出すことができることを光栄に思う。日本ではセンセーションを引き起こす素地があるかどうかは知らないが、少なくともイエスの真理を真剣に求めている誠の求道者のためには少なからず貢献できると信じている。今春出版されたイエスの少年時代の姉妹編として大いに役立つものと思う。真理は水と同じく低きに流れてゆくものである。イエスの名言中の名言であるように、幼子のようにならなければ天国に入ることはできない。幼子のように自分を低くする者が天国で一番偉いのであるから、あらゆる先入観、あらゆる偏見、あらゆる教説を一旦棚に上げ、偉大なる霊覚者クレオパスの提言に耳を傾けていただけるならば、私の本懐である。このような貴重な文献を贈呈してくださった近藤和夫氏、並びに出版の労を惜しみなく取ってくださった長文社の小島社長に心から感謝する次第である。昭和62年8月、山本貞明。